皆さんこんにちは、地球の模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。なんかだんだん棒読みっぽくなってきてはい、お願いします。疲れが出てる違いますよ。本当大丈夫。はい、じゃあ今日はラスト、タミヤさんでラッカー系、アクリル系とエナメル系で全部出してくれてるので、それで混ぜてやってみたいと思います。禁断ですよね、これ。禁断だね。やったこともないしメリットも感じないから全くやったことないけど、まあ、でもね、中にはおられると思うんですよ。色でね、やっぱまだ始められたばかりで違いがわからないと混ぜちゃったりとかね、することあると思います。だから主に見た目と匂いでちょっと説明できたらなと思います。まずい化学反応起きたりするかなちょっとそれすらわかんない。それすらわからない。じゃあまずは、エナメルとアクリル塗料、この間買った新品ね、はい、まだ一度も模型に使われたことのないかわいそうな塗料になっていますけど混ざりました。今混ざりました。なんかね、黄色のね顔料がね沈殿してってる感じがね、重たいのかな、アクリル塗料。気のせいかな。でこれ筆では混ぜないですからね、筆ダメになるのも分かるんでね。なんかドロッとしてきて、もう全然混ざってはやっぱないね。全然混ざってない。ああ、混ざってないですね。全然混ざってない。なんか黄色の粒子がなんか細かくなって茶色になんか茶色の間になんか入り込んでるだけって、なんかうまく伝えられないけど、どう言ったらいいかな。なんか色と色の間にそのお互いの色がただこう折るだけって感じだから、なんかすごく細かい点々点々点になってなんか混ざってるって感じだから、まあ混ざってはないよね。こんな感じです。で黄色い部分と茶色い部分がちゃんとあって、でそれらが混ざることなくただただ細かくなって間にいるだけっていう感じ。まあこれはどのシンナーで薄めようかも言うようなあれでもないよね。やっぱこんな感じになります。混ざんないですね。全然混ざんない。なんか黒蜜ときな粉って感じかな。わからんね黒蜜ときな粉って感じ。なんかスイーツ表現するのに使えるかな。いや無理だろうな。これ乾かないかもしれないしね、もしかしたら乾き方が変かもしれないね。一緒の匂いがする。なんだろう、アルコール系のなんか水性アクリルの独特な匂いと灯油の匂いが一緒に、これも匂いも混ざってない。2種類嗅ぎ分けられるこれラッカー嗅ぐの怖くなってきたな。はい、じゃあ次はアクリルとラッカーでいきたいと思います。やったことないことをやるって楽しいよね。なんかダメだって分かってるのにやるみたいなね叱られることを分かっててやるいたずらみたいな感じですごいそんな感じするわ。タミヤのラッカーもなんか独特な匂いがするね。やっぱ本当に今日実験して思ったのが、メーカーによって同じ系統の種類だって言ってもそれぞれやっぱ匂いが違うから成分が本当違うんだなっていうのはすごく俺も勉強になったかな。いいね。なんかこうジェル状になっていこうとしている。ラッカーを水で溶かした時になんかすっごい分離したじゃない。あれのちょっと弱い版って感じ。なんか色が動く。なんか意外と意外と匂いはね一緒になってない。混ざった匂いしない。でも歯医者さんで匂ったことある匂いだな。歯医者さんでこんな匂い嗅いだことない。臭い。変な匂いする。これね、頭痛くなる匂いだな。これしない方がいい。体的に奇跡的になんか混ざってるんだけどそうですね、なんか混ざってるね。やっぱりアクリルだからなのかな。
ね、油性と水性とはいえアクリル系だから合成樹脂だから混ざってるのかな。なんか混ざってるわだけどなんか匂いが本当に変なんで、これは体のことを思ったらしない方がやっぱりいいかなと思います。塗ってみますか、塗ってみよう。なんか塗ってみようって気になってきた。これ混ぜるとどうなるんだろうね。なんかその有害物質が出てるのかなで気になっちゃうぐらい臭い、本当に臭い。でちょっとこれラッカーでちゃんと塗る気になってきただけどでもこれ混ざるからって今検証したとこでしない方がいいって絶対思うよ。だってやる意味がないもの。でも自分でこの実験意味ないってことやがった今そんなことはない、そんなことはないやっぱね、こうやっていやこれでねなんかこう気持ち悪くなることを防止することができるわけだからね、この動画でね。そう思う。ねえ、なんかこうしっかりと濡れてるわ。大丈夫な感じ。ね、大丈夫な感じが意外だね、これね、本当ね、やってみるもんだね。アクリルトラッカーは混ぜようと思ったら混ぜれるけど、ちょっと匂いがやばいです。はい、こんな感じで。最後、ラッカーとエナメルを混ぜてみたいと思います。さっきね水性アクリルで喧嘩したからきっとこれも喧嘩するんだろうなって気はすごいします。そうですね、この上にエナメル塗料をいきたいと思います。ああこれはねダメだね。全然混ざってる感じがもう混ざらないって感じがすごいする。あはい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 。あ面白い。これは面白い。なんかあれですね、ビヨーンってなってますけど。そうだね、なんかジェル化してるね。なってるなってる。これジェル化してるわ。なんかスライムみたいになってきたね。昔こんなんで遊んだなっていう感じのなんかこう程よい柔らかさ。あでもそのジェル化した後急になんかさらっとなった。でもこれ全然ダメだね。なんか化学反応起きてる感じがする。ちょっと匂いもダメこの匂い表現もできないし、なんかただなんかこうきついこうなんだろう、悪い匂いがするわ。これなんていうんだっけ、こういう匂い。そう有機溶剤だ。有機溶剤の匂い。有機溶剤の匂い。ダメだ。ダメ。これは毒素が強い気がする。気持ちが悪い。これだ。ラッカー系っていうのはね、なんかこう定義がなくって、ホームセンターのイメージしてるラッカー塗料と模型用のラッカー塗料ってやっぱ全然違います。でそれは何が違うのっていうと、やっぱり溶剤の溶かす力であったりとか、あとは顔料のその塗膜の強さだったりとか、そういうのがあるので、今回はホームセンターで買ってきた、クリア塗料で、なんでクリア塗料にしたかっていうと、プラスチックにそのホームセンターのラッカー塗料を置くと溶けちゃうことがあるので、それが分かりやすいかなと思って透明の塗料と、あとタッチペンのね、でこれがやっぱね、これで塗装したいっていう人がやっぱ中におられて、車でだってそれ専用の車の塗料なわけだから、もう朝食も終わってね、そうなんだけど、これを使ってる人実際います。だけどシンナーはすごく、薄め液はすごくこだわってプラスチックを傷めないようなシンナーを使ってるので、ちょっと上級者向けになります。あともっと言うと、これ車塗装する人いい話かなって思うんだけど、これ車で、例えばどこどこのメーカーのこの車の専用の色ですよっていうのを買った時に、これプラスチックに塗るとちょっとね濃く見えます。やっぱりね、1分の1のスケールを24分の1とかにスケールを小さくすると、色がね濃く見える傾向があるので、これは1分の1の
合わせた朝食なので、なるほど、これね24分の1にすると若干色を明るめに朝食してから塗る必要があるっていうことも知ってもらうといいかなと思います。じゃあ朝食する必要あるじゃんって話になると、僕の個人的な意見だけど、だったらやっぱ模型用の塗料で混ぜた方がいいんじゃないかなっていうのが、僕の個人的な意見です。はい。じゃあ次に、プラスチックにホームセンターで売っているラッカー系塗料を拭くと、こんなことになるよっていうのを最後ね、トップと一緒に動画撮って、終わりたいと思います。それではホームセンターで手に入るラッカー系塗料でプラスチックのプラモデルを塗装してみたいと思います。プラスチックの変化が分かりやすくするために、わざと透明のクリア塗料でちょっと実験してみたいなと思います。匂いはちょっと嗅いだことのないぐらいきつい匂いがするので、やっぱり溶剤は強いんじゃないかなって思います。でこれを乾いてからどういう反応になるのか、そこをちょっと見れたらと思います。はい、じゃあこの乾いたのを楽しみにしてもらえたらと思います。はい、じゃあ、今塗装が終わって、40分ぐらいかな。結構乾いたと思います。もう触ってもね大丈夫なぐらいしっかり乾いてますね。なんだけどやっぱプラスチックの表面が若干変わっているので、これが伝わればいいなと思います。でこっちの上の方がプラスチックの素材で、このフロントのところ、ここは、ホームセンターのラッカー塗料で塗ってます。じゃあここは、まず取ってほしいところなんだけど、これはプラスチックのもともとでクリアを吹いたんだけど、光沢クリアを吹いてるはずなので、本当はテカテカしてなきゃダメなのね。でここのプラスチックはもともとなんか綺麗にね作られてるので、もうピカッと光ってるのが分かると思います。プラスチックはね元から光ってます。でこの前の方が、ホームセンターの光沢クリアを吹いたはずなのに、なんか光ってないでしょ全然ね。でこの光当てるとすごく分かりやすいんだけど、なんかすごいザラザラっとしてるよね。これはそのホームセンターのラッカーに入ってる溶剤にプラスチックが負けてシュワシュワシュワってなってます。こんな感じで、もしホームセンターの塗料をどうしても使いたいっていう方は、そのプラスチックとそのホームセンターのラッカー系の塗料の間に、例えばサーフェイサーっていうちょっとパテを溶いたようなものをかけたりとか、例えばプライマーじゃダメだろうね。やっぱサーフェイサーとか、あとはこういうなんか前段階としての塗料を何かしら挟んで上を塗らないとダメかなと思うし、まあそこまでして塗るっていうのも僕の意見なので、全然模型用でねちゃんと発色のいい塗料がいっぱい出てますので、それ使ったらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日の実験の、感想なんだけども、今までの実験の中で一番これはやっちゃいけないなって本当に思いました。どの塗料を混ぜても、相性は良くないし、で混ざるのは混ざるんだけど、今この部屋の中ねやばいよねこの匂い。これはねずっと嗅いでると絶対気持ち悪くなってしまうので、絶対にこれは真似しないでほしいなと思いました。はい、なのでこの実験でいろんな、特徴をね説明できたかなと思うので、皆さん買う時はいろんなことを注意しながら買い物してもらえたらと思います。はい、それでは面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。臭い。いいっすね、終わったっすね。暗記しよう。お疲れ様っす。お疲れっす。